皆さん、こんにちは。グリッドです。今回は WebX2025 直前ということで、コインポストの代表、鏡さんにお越しいただきました。鏡さん、本日はよろしくお願いいたします。コインポスト代表の鏡です。よろしくお願いいたします。はい。でまず、鏡さんの方から、今回の WebX2025 のことについてお話しいただいて、で、その後、私も WebX、初回から解禁賞で、毎年ね、参加させていただいてますんで、参加者側から見て、どういったところが、すごいとか、過去ですね、参加したことで、今回どうなってるんだろうと、気になるところも何個かありますので、ここでいろいろご質問させていただこうかなと思います。ではまず、鏡さんの方から、今回の WebX2025 について、簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。まずですね、皆さん WebX って聞かれてもわからない方いらっしゃると思うんですけども、簡単に言うと日本で一番大きい暗号資産系だったり Web3 関連のイベントになります。で、どれぐらい人が来るかっていうと、2024年ですと13,160人の人が会場に来ていて、スポンサー数でも200ぐらいのスポンサーの方が参加していて、本当に世界からですね、かなり多くの、国から日本にトッププレイヤーが集まるイベントを開催してます。で、開催の、企画運営やってるのはコインポストっていう会社で、コインポスト聞いたことある方も多くいらっしゃるかもしれないですし、聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、一応これ暗号資産系の情報を扱っていて、ここもですね、日本では一番大きいメディアなんですけども、そういったメディアがイベントを開いてますよと。で、本当に、それぞれ毎年毎年違うトピックで、一番最先端の、皆さん気になるトピックを、世界中のプレイヤーを集めてですね、議論するというようなところをやっているので、このイベントに参加していれば、今暗号資産市場どうなっているのとか、今後どうなるのとか、実際今気になる、例えば税制とか、金商法に移行して、私たちのその資産がどうなるのっていうようなトピックも含めて網羅してますので、結構そういった投資家の方であったりとか、あと事業レイヤーで活躍されている方が多く参加しているイベントで、ぜひそういった方、そういったところに興味ある方は参加していただければなと思っています。で、今年ですね、どういった人が来るのっていうところなんですけども、ちょっと参院選もあってですね、政治家の方のご登録が少し遅れてるんですけども、例年ですね、1年目ぐらいから、1年目からですね、岸田総理大臣はじめとした、大臣のご登壇であったり、様々な事業レイヤーの方にご登壇いただいているカンファレンスで、今年はですね、北尾会長はじめ、堀江さんであったりとかの対談を組ませていただいたり、ちょうど今、トレンド、マーケット的な分析で、結構今それぞれ、多く拡散されているアーサー・ヘイズさんであったりとか、あと今年暗号資産市場が、米国のですね、結構多くの管轄が CFTC っていうそのコモディティを管轄する部門に集約されるんですけど、今まで SEC がすごい訴訟とかで注目されたと思うんですけど、これから CFTC がすごい重要になってくるんですね。その CFTC のトップの、チェアマンの方も今年、日本に来ますし、あと、そのユニスワップとかの、トップの方だったり、最近上場したギャラクシー、デジタルとかギャラクシーのトップの方だったり、ステーブルコインサークルとかですね。本当にかなり多くの、様々な方がお越しいただくイベントになっています。で今年は、やっぱりその日本として日本人の方もやっぱ注目を集めているテーマとして、3つ重要性があるテーマを重点テーマに置いてまして、1つが、規制ですね。これは税制改正であったりとか、金商法への移行とか、ステーブルコインとか、決済法関連移行ですね。そういったところの改正も含めて、どういうふうなところが、今後日本が重点を置いていくのか、かつ今税制もどうなるかわからないですよね、皆さん。そういった税制が実際どういう方向性で話し合われているのかっていうところだったり、どれぐらいの今温度感なのかっていうところを、実際にそういった担当者の方を呼んでやったりですね。あとは次のテーマとして金融ですね。ここにもあるように、ビザマスターとか、他に、例えば JP モルガンさんとか、いろんなトップのグローバルのトッププレイヤーも日本にお越しいただいてお話しするんですけど、やっぱりステーブルコインとか、ビットコインもそうなんですけど、結構今までの金融領域から今年すごいクリプトのところにお金がすごい流れてきたり、
実際そういったプレイヤーがかなり多く参入してますよね。で、ここのプレイヤーの動きっていうのが、今後暗号資産市場にとってすごい重要なところになってきていて、それがどういうふうにこう動いていくのかというところをテーマとして挙げてます。で、最後に投資というところで、やっぱりビットコイン関連のところでもですね、やっぱりビットコインの企業がビットコインを買っていく、ビットコイントレジャリ企業っていうものが多く誕生していたり、あと個人の投資家の方もですね、やっぱり今、金融領域が入ってきたり、税制改正されれば、今からビットコイン投資してみようかなという方は結構いらっしゃると思うんですけど、そういった方に対して、いろいろ投資の、一つ、助言ではないんですが、投資の、一つこうアイディアであったりとか、方向性をこう整理してもらうためのテーマっていうのはかなり多く取り添えています。で例えば、既存の投資家の方はどういうふうなテーマを扱っているかっていうところで見る、テスタさんとかをお呼びしたセッションを作ったりもしてまして、そういった単純に暗号資産のポジショントークをする方だけじゃなくて、既存の投資家の方が今この市場をどう見ているかとか、今後どういうふうなところを重点的に見ていくべきか、または、ビットコインを含めて皆さんやっぱりポートフォリオを組みたいと思うんですよね。この今不確実性の世の中の中で、どういうふうに資産を守っていくべきか、どういうふうに資産を増やしていくべきかと。そういったところのテーマも結構重点的に置いて、今年取り扱っているので、そういったところに興味ある方は、ぜひ会場にお越しいただければと思います。はい。で改めて2025年8月25、26と、今月末ぐらいのイベントになってまして、ぜひこういったテーマに興味を持っている方はお越しいただきたいなと、お越しいただけたら嬉しいなと思っております。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。私、ちょっと気になったところ、お聞きしたいところは、去年からのトレンド変化で、どういうところに注力したのかって、そういうところを聞きたかったんですけども、ほとんど今おっしゃっていただいたんで、いつもこのチャンネル見ていただいている方に関しては、今、鏡さんが言ったことを、十分理解できたのかなと思います。であと、やっぱり先ほどもおっしゃっていただいたCFTC のところも、やっぱり、今後はその CFTC 管轄で動いていくっていう話だったんで、ここも非常に重要なところなのかなと思いますね。あと、そうですね、昨年はトランプ大統領ではなかったっていうところもあると思うんですけど、今回そのトランプ政権になってから、先ほどちょっとトレジャリー株の話も出ましたけども、会場の中で変えたところってありますか？そうですね。昨年お越しになっている方から見た時の変化っていうのも、ぜひお伝えしたいなと思うんですけど、正直昨年どういう感じのイベントって感じましたか？ゆうとさん的に。昨年、演出がすごいアップグレードしたというか、そのアイドルの方が踊ってたりとか、あんまり、なんていうんですか、暗号資産に馴染みのない方が楽しめるように、もう、工夫されてるのかなと思ったんですけど、今回もその株の、ギフボーイさんだったり、ジンさんも来るじゃないですか。そういったところも取り入れてるので、その辺が私は変わったところなのかなと思ったんですけど。そうですね、今のご質問いただいた内容的なところでいくと、今年、今話した重点テーマ3つに合わせて、まずですね、ステージにビットコイン専用のステージを1個作ってます。で、これは何かというと、本当にビットコインの、にずっと注力してて、世界のトッププレイヤーの人たちが来れるようにですね、そういったステージを設けてまして、これ理由がありまして、Web3 とビットコインって水と油の関係なんですよね。で皆さん暗号資産っていうとビットコインと暗号資産みんな一緒じゃんというふうに思う方いらっしゃると思うんですけど、ビットコインを本当に注力してる人っていうのは、逆に他のアルトコインっていうところにすごい、あまりいい印象を抱いてない方も多くいらっしゃって、やっぱビットコインに本当にしっかり知見を持っている方をお呼びするっていうふうになると、こういう暗号資産全般のカンファレンス結構意外と難しいんですよ。でなので、本当にそのビットコインだけに特化をしたステージっていうところを今年1個作っていて、これをですね、東浩二さんっていう日本のビットコイナーですごい有名な方がいらっしゃるんですけど、彼が今アレンジしてくれていて、ここにもですね、かなり多くのトッププレイヤーが来ますし、グローバルからもトレジュリーのビットコインをトレジュリーしてる会社
も多くいらっしゃいます。で、例えば最近ですと、まあ本当にいろんな日本からもビットコインのトレジョリ企業誕生してますし、まあ、世界から今入ってきた事例もありますよね。まあ、そういうところも含めて、まあ、かなり多くのプレイヤーを今年呼んでまして、そのビットコイン関連も取り扱っています。で、今お話になったトランプ政権の話で言うと、ビットコインポリシーインスティテュートっていう、そのいわゆるトランプ政権であったりとか、例えばマイクロストラテジーとかも含めて、ビットコインのトレジョリをどういうふうに戦略的にやっていくべきかっていうところを専門的に分析しているインスティテュートがありまして、そのところのトップの方も日本にいらっしゃって、実際にその企業の財務戦略であったりとか、実際今後どういうふうなことを目的としてこういう戦略を組んで、で、今、トレジョリー企業って一瞬ちょっと株価停滞してると思うんですけど、それが実際に必然だったのか、それともこういうことを想定してなかったのかとか、いろんなことを踏まえて、お話しできる機会っていうのを作ってます。で、二つ目に、例えばトヨタさんとか、トヨタファイナンスさんと連携しているところで、RWA とかっていう、専門的なエリアを今年結構強化してまして、やっぱり今年ですね、クリプトの領域だったり、Web3 領域、何が今注力されるのかっていう、専門分野を結構ピックアップして、そういったところに、で活躍している企業を直接お呼びしたエリアみたいなところも強化してます。はい。ありがとうございます。で今、ちょっと気になったのが、SNS で活躍されているそのビットコイナーと呼ばれている方は、割とそのアルトとか、それ以下のところを嫌ってるっていう、認識はあるんですけど、私も。はい、それのさらに、なんていうんですか、視聴者側というか、そのユーザーの方も割とそういう傾向があるんですか？ちょっとビットコインはいいけど、他はっていうのって、そうですね。いわゆるビットコインの、熱狂的な支持者の方たちは、そういう傾向は正直あります。実際に、やっぱりビットコイン以外の、アルトコインっていうのは、基本的にやっぱりなんていうんですか、結局分散性もセキュリティの部分も担保されてなくて、で、根本的にその設計も、含めて、いろいろ問題点があるんじゃないかと。はい、逆に結局お金儲けに使われてるんじゃないか。みたいな、いろんな意見があると思うんですけど、そういったようなところも含めてですね、少しビジネスライクみたいな感じの見え方になってしまっていて、もう少しビットコインのその思想だったりとか、今こういうマクロ経済の動きだったり、いろんな動きの中から、新たな資産として、しっかり多くの方が持てるようなものっていうものだったり、利用されるような将来性を考えると、ビットコインだけなんじゃないかっていうような考え方っていうのはやっぱ結構あると思います。なるほど。はい。ちょっと、ね、そのビットコインの話になると、ちょっと WebX と脱線してしまうんですけど、私はやっぱ気になるのは、やっぱ、ね、昔のそのビットコインはいいけども、その後、最近だと、ビットコインチェーンでなんかトークン出したりとか、なんか NFT 出したりとか、いろいろあるんで、そういうところも、気に入らないとか思ってる人も他にもいるのかなとちょっと思ったんですけど、ちょっとそれは話すと、はい。逆にそうですね、ビットコイン上でやってる、レイヤー2とか、そういうところも含めて、あまり一定、しっかりビットコインのそのことを考えて、ライトニングも含めて、しっかりいろいろやってるようなところと、逆にそういうちょっと、アルトコインに近いようなもので、結構分けられてるような見え方っていうのはありますね。そういう人たちからすると。はい。わかりました。で、あと、そうですね。あと一つお聞きしたかったのが、今現在の、チケットの売れ行きというか、一般参加者の、なんていうんですか、参加具合っていうのは、去年と比べるとどうですか？増えてますか？やっぱり。そうですね。去年と比べて、正直同水準ぐらいかなという感じですね、今。個人的なところでいくと、いわゆる個人の方だったり、投資家の方は、一定去年より増えてるかなとは思うんですよ。はい。で、やっぱり日本のその事業者の領域に関して言うと、まだなんていうんですかね、例えば NFT とかっていう領域っていうのは一定問題、あまり今、ホットトピックじゃなくなってるじゃないですか。で、そういったところを踏まえると、そこの部分でバランス調整みたいな感じのがあって、昨年と参加者的には本当に同水準ぐらいな感じの推移
ってます。ああ、なるほど。じゃあその NFT とかその仮想通貨の部門でしぼんだ分が、まあ、株だったり、そういうトレジャリーの方でちょっと賄って、トントンになってるみたいな、そんな、あれですかね。いや、まあ、暗号資産自体の投資家も増えてると思うんですよ、正直。あ足元で言うと。で、だけどやっぱりまだ、その熱狂的な領域まではまだ来てないので、あ、はい。逆に、来年ぐらい税制改正とかっていうのが現実視されて動いてくると、まあ、ここはすごいかなり伸びてくると思うんですけど、逆にまだ、まあ、足元で言うと、まだすごい熱狂的な領域かっていうと、まだ米国が結構主導していて、はい。まあ、日本はまだ出遅れてる感じっていうのはあるので、まあ、ただ、まあそれでもやっぱり1万人超えてくるって、やっぱすごい注目されてると思うんですけど、この分野自体がですね。ただ、やっぱり投資を今こうされてたりとか、グリプトさんのチャンネルこう日々見られてる方っていうのは、まあ、結構先見性があって、まあ、結構こう、やっぱりしっかり将来的なところも含めて、皆さんが動く前に結構動かれてる方なのかなとは思います、正直。ちなみに、今回、まあ、スポンサーでも参加いただく企業とかあると思うんですけど、まあ、去年の引き続きもそうですが、なんか新たに、まあ、支援いただく企業とかってありますか？そうですね。まあ、スポンサーっていうのが、いわゆるこう出展される企業で、まあ、実際ここの会場に来ていただければ会えるような企業の形になるんですけど、やっぱり昨年と SBI さんとかビットバンクさんとか、UPCX さんとかビットレンディングさんとかトロンとか入っていただいてるんですけど、結構こうタイトルとかはですね、去年から引き続きやっていただいている企業結構多くて、一方ゲートさんとかで今までグローバルトリックだったんですけど、はい。日本の会社買ってですね、はい。日本に進出するというタイミングで、まあ、結構これからその日本に注力される取引所が海外に結構増えてるんですよね。はい。で、例えばバイナンスとかもそうだと思うんですけど、こう日本に意外にそのオフショアの取引所をやるというよりかは、日本の取引所をしっかりやって、規制準拠して、まあ、ここから税制改正とか見越して、かなり力を入れていこうっていうような取引所が増えてるのかなっていう印象はあります。はい。で、あと多分リミックさんとかもトレジュリー企業とかで、まあ、結構そういったトレジュリー企業側でもですね、企業の方は入ってきているような、印象になりますし、例えば昨年とかはなかったです。SMBC さんとかですね、金融グループでも結構、スポンサーに入っていただいていて、結構やっぱりそのステーブルコインをはじめとして、この分野にこれからすごい日本の大手企業が注力していくっていうのが、結構こういったスポンサーのところから見て取れるのかなというふうに思いますね。で、あとやっぱりサークルさんとかもステーブルコイン関連で、やっぱり日本に結構、これから注力していくっていうようなところだったり、まあ、その法律改正とかも踏まえて動いてくるようなところもあると思うので、まあそういった、リップルさんとかもそうですけど、ステーブルコイン関連も結構増えてる印象ですね。で、あと一定そのセキュリティ領域、例えば Fireblocks とかもそうなんですけど、はい。取引所の裏の管理ですね。皆さんの資金をより安全にちゃんと日本で保管しようねっていうようなところを啓蒙していくような企業みたいなのが結構増えてて、それこそ、最近、DMM さんのハッキングの事件とかもあったと思うんですけど、うちのそのシステムだったらこう防げたよねとか、そういうような話だったり、いわゆる日本でもこれからこれ以上流出をさせないっていうようなところをどういうふうに取り組んでいくのかっていうところは結構ホットピックになるかなと思っていて、今までの動きっていうのは結構競争が強かったんですね。そういったトレジュリー関連の、トレジュリーっていうかその資金を管理する方の、トレジュリーだったりそのカストリーみたいな領域のところは競合がすごい多かったので、どういう状況が起きたかっていうと、より安い価格で下ろしていくようなところっても結構あったわけですよ。で、やっぱりその取引所側もコストを抑えたいので、そういう安いところを使っていくっていうような傾向があったんですけど、やっぱりそういったところも含めて、一定、今ちょっと問題視されてしまっている部分だったりとか、ちょっと議論として、そういったところは強くなっているところもあるので、より安全性とか、コストに、取引所側の負担は少し大きくなるんですけど、そういったところに注力しなきゃいけないっていうような、動きに、だんだん結構業界も変わってきてるかなと思っていて、そうなると、どうなるかというと、取引所の淘汰もやっぱり行れると来ると思うんですよ。はい。いわゆるその小規模のところは、そのコストが高すぎてビジネスとして成り立たないみたいな。そういったところも出てきたりとかする中でも、そういったファイアブロックスも含めて、セキュリティをどう考えていくのか、そういったところも増えてきてるかなという感じですね。
はい。スポンサーはかなり多くいらっしゃるので、そうですね。本当にはい。ね、すごいいろんな企業が日本に来て、出展されるというような感じですね。で、ちょっと、少し気になったのが、ちょっと前にハッキングだのなんだのっていう話があったときに、管理してるところが、なんていうんですか、ちょっと集中してるというか、そういう話も、ちょっと SNS 上で話題になったのはあったんですけど、やっぱりそれってコストの部分で、そこに集中したっていうのがあるんですか、背景としては。集中してるっていうのは、どういうことですか？1個のアドレスに何百億円も入ってるみたいな感じですか？いや、なんていうんですか、管理する会社に任せる企業が集中してるっていう。そうです。それは今、私がお話ししたコストが安いところに結構集中してしまってるっていうような現状があって、そこがセキュリティがダメだったかとかっていう、そういう話ではないんですけど、やっぱり、こういうセキュリティを作る、システムを作るのに、すごい莫大なコストがかかるわけですよね。だから Fireblocks だってもうとんでもない金額の調達をして、そういったシステムを作っているので、やっぱりそういう、結局、そういうFireblocks みたいなシステム、セキュリティをやる会社も、お金を大量に使って、で後々、ビジネスとして成り立たなきゃいけないから回収しなきゃいけないじゃないですか。なので、安いところが、いろいろ採用されてしまうと、その分、自分たちが採用してもらう幅が少なくなってしまうので、そうなると、そのセキュリティ会社側も結構倒産してしまったりとか、うまくいかなくなっちゃったのも結構あって、日本とかだと。そういったところは、やっぱり一定その業界の問題にはなった部分にはなりますね。ここがどこがいいか悪いかとかっていうそういう話ではあったかな。なので、今後よりそういう安全性とか、その業界をしっかりやっていこうっていうようなところの、方向性は強くなってくるかなとは思います。はい。そうだ、あと、去年ですね、今日の音として私参加した時に必ず動画を撮って公開はするんですけど、その時に視聴者の方からブースは見ました、ブース行きましたっていうコメントが結構来てて、私はすごいもったいないなという感覚で見てたんですけど、実際はあれですね、ブースよりもビジネスパスというかちゃんとスピーカーも見れるようなところで見た方が今年もいいですよね。そうですね。やっぱり、本当にトッププレイヤーの方々の話を直接会ったりとか聞く機会、こういう人たちもそのネットワーキングエリアにいるので、やっぱりどうしても、人に会いたいとか、こういう人たちの話を聞きたいっていう風になったら、やっぱりビジネスチケット、このスピーカーステージとか、ネットワーキングとか、あとはアフターパーティー、貸し切りのイベントパーティーとかにも参加できるようなビジネスパスっていうものを、購入いただいて参加いただく方が、よりイベントとしては楽しめるかなと思います。そうですね。結構はい。そうですね。価格としては大体、ちょっと2万円ぐらいですね。はい、ですよね。なんですけど、全然、なんていうんですかね、正直、中でも、これまた話すと、ちょっと燃えますけど、ご飯も出るじゃないですか。はい、ご飯も出ますし、お酒も出ますし、いろいろそういう、はい、おもてなしいろんなイベント、パーティーとかもいろいろあるんで、かなりそういういろいろ参加してもらえば、本当に全然満足いただけるようなイベントになってるかなと思います。はい、本当に、やっぱり海外の、このぐらいでかい規模が、私はちょっと海外の事情わからないですけど、このぐらいの規模の、カンファレンス参加するってなると、まず渡航費で数十万飛んで、その後滞在費でってなると、50万ぐらい必要なところが、例えば東京で、1万ちょっとで、これだけ、楽しめるってなると、私はやっぱり、ビジネスパスで、思う存分楽しんでいただいた方が、年一ですし、はい、いいと思ったんで、そうですね。私はそこをちょっと、今回ね、言いたかったなと思います。はい、一応、価格自体はですね、今ちょうどお得割っていう期間なので、ここの期間内に購入いただければ、今の価格ですごいちょっと安い価格になりますし、あとグリプトさんのチャンネルの概要欄から一応割引チケットを出しているので、そちら見ていただければ、さらにここから20% オフされるので、よろしければそういった特典もご利用いただければと思います。はい。実際でも、1万円強の価格だと思うんですけど、高いって、もちろん高いという方もいらっしゃると思うんですが、やっぱり投資領域でもあるので、本当にここで、いろいろな投資の話を聞いて、
っぱいろんな無料の投資イベントってあるじゃないですか。でもああいうのって、どうしてもやっぱり、講演してる方がPR するために来てる、知ったりとかするので、本当に変な投資商品にはめ込まれてしまったりとか、結局、大損してしまうことって結構あると思うんですよね。でもやっぱりこういう私たちがやってるイベントって、本当にちゃんとしたプレイヤーを呼んできて、PR なしに、今の現状と、ちゃんとした知見を得れる環境。で、かつ、こういう英語の人たちのセッションも、同時通訳があって、日本語で聞けて、で、ちゃんと勉強して帰れるっていう、なんていうんですかね、視座を高めるようなところを注力しているので、無料で行けるイベントって日本たくさんあると思うんですけど、やっぱりそういうところとはすごい差別化をして、本当にトッププレイヤーの人たちの知見を聞くっていうところを、重視したイベントなので、ちょっと1年間に1回、もし興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひ、お越しいただけたらなと思っております。そうですね。本当に、一つのイベント行ったら、ビッグゲストが一人来て、すごいってなるけど、ここだと、ほとんど、もう何十人とね、一斉に見れる、いい機会ですんで、皆さんぜひ、はい。私も行きますけども、はい、行っていただけたら、すごくいいなと思います。そうですね。で、あとは、ここに出てないんですけど、正直ですね、本当のビッグゲストっていうのは、ここから出てくるんですよ。結構まだですか？まだそうなんですよ。大体例年、直近、最後の2週間で、登壇が決定したりとか、あと発表が OK って言われることがあるので、セキュリティ上もですね、ちょっとそういう言えないこともあったりするので、結構そういう、ここにいない人たちっていうのはまだ全然いるので、これ以上のトップゲストはこれからどんどん発表されるっていうふうに。それはすごい楽しみですね。もう、昨年もそうですけど、大体会場が締め切られるぐらいも人が集まるんで、もうこれ以上ってなるとさらに。そうです。はい。なので、一応あと WebX の楽しみ方としては、今グリップさんもあったようにですね、本当に注目のセッションみたいな、見たいセッションっていうのは、少し早めに行って、椅子を取っといてもらうというか、荷物で取ることできないんですけど、そこに座っていただくっていうのが結構大事で、本当に入場制限かかってしまうところとかも結構あったりするので、そういうところも含めてですね、WebX 楽しんでいただけたらなと思っております。ちょっと、すみません。あと、ちょっと話が前後しちゃうんですけど、ちなみに、そのサイドイベントって今回どのぐらい集まったんですか？やっぱ昨年と同じぐらいですね。今、はい、今 100弱ぐらいですね。で、このサイドイベントっていうのが何かっていうとですね、WebX って結構一定大きい規模のカンファレンスがあると、海外でもそうなんですけど、このイベントに多くの人が集まるので、そういう人たちを夜でもっと楽しんでもらおうとか、その前日来てくれた人を楽しんでもらおうとかっていうので、結構、無料も含めていろんなイベントって多く開かれるんですよ。こういう感じで本当にいろんなイベントがあって、こういうイベントは結構無料でアクセスできるようなものもあるので、こういうところだけ楽しんでもらうっていうのも一つ手だと思いますし、逆にさっき話したですね、ビジネスパスとか組んでやってもらえれば、オフィシャルのですね、こういうアフターパーティー、完全に交流に特化した朝までクラブ貸し切ったイベントとかもあって、こういうところも無料で参加してお酒とかも飲めるので、そういったところも参加いただけたらなと思ってます。はい、あれですか、今年もなんか無料のタクシーとかもあるんですか？そうです。WebX の特典として、会場からこのサイドイベントに移動する際にですね、タクシーも無料で乗れるような送迎サービスになっていて、皆さんちょっと夏暑いじゃないですか。なので、快適に、こういう多くのイベントに行ってきてほしいなというところもあるので、昼過ぎぐらいからですかね、こういうイベントから、サイドイベントに行きたいよっていう方は無料で、イベント参加できるので、そのあたりも、ぜひご活用いただけたらと思います。実際ね、もうその WebX のステージに回ってたら、もう他にサイドイベント行くぐらい、暇がないぐらいなんですけど、もしちょっと外行きたいっていう方でも、涼しくタクシーで行けると。そうです。なんで。でも結構、WebX の終わった後、夜のイベントもすごい多いので、はい。そういうところ、WebX 終わった後、そういうところに行って、夜ご飯食べたりとか、お酒飲みながら交流していただくとかっていうのは結構多く皆さんやられるような流れだったかなと思います。はい。最後にですね、一つ、このサイトの右上のエキスポっていうところあるんですけど、この WebX フィンテックエキスポってこれちょっと大阪のイベントも今年 SBI さんと一緒にやるイベントがあって、8月22なんですけど、はい。もしグリップさんもよかったら、招待するんですが、これ、一応無料イベントなんですよね。で、無料イベントなんですけど、完全招待制のイベントで、基本的には私たちが招待を送って、金融の方、トッププレイヤーの方をお呼びした、完全 VIP 向けのイベントなんですよ。はい、でもし、私もここ参加したらすごい
金融のことを話せるよとか、なんか金融の関係者だよとか、なんかちょっとこういうビジネスやってて、こういう金融にちょっと交流したいよっていう方がもしいらっしゃったら、このエキスポっていうところの WebX フィンテックエキスポのですね、ここの Apply for Invitation って言って、インビテーションを受けるための申し込みフォームがあるんですよね。そこを登録してもらってたら、もしかしたら承認来るかもしれないので、はい、これちょっと SBI さんと一緒にやってる私たちが勝手に決められないんですけど、こういうなんか本当に VIP 層と一日交流したいよっていう人がいたら、ぜひこういうイベントも来ていただきたい。いいですね。なんか私のチャンネルの視聴者の方、なんかたまに普通に事業者の方がいるんで、ぜひね、なんかあったら申請していただくと入れるかもしれない。これも完全 VIP イベントなんで、もう本当にネットワーキングとか交流に特化したイベントで、トッププレイヤーの人たちが話をして交流をするっていうようなイベントですね。結構あれですね、じゃあ大阪行って、じゃあ翌日に東京に来るみたいな感じですね。金曜日が大阪で、土日挟んで月曜日、火曜日が東京です。なるほど。わかりました。じゃあ、ね、こちらも、事業者の方で、興味ある方はちょっと申請していただければ、よかったら申請してください。ちょっと直前ですけども、いろいろお話聞かせていただきました。もし、WebX 来たいなと思っている方いらっしゃいましたら、先ほどもお話ししましたけども、この概要欄のところにリンクを貼っておきますので、そちらからアクセスしていただいて、チケット購入いただければ、割引価格からさらに 20% オフで、お買い求めいただけますので、よかったらそちらもぜひ、検討してみてください。本日は鏡さんありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。また当日よろしくお願いします。はい、ぜひお越しいただける方、もしグリップさんと私にも会えば気軽に声かけてください。はい、ありがとうございます。ではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。今年もアジア最大級のグローバルカンファレンス WebX の季節がやってまいりました。いつもこのチャンネルで取り上げている世界の著名人、また日本の豪華ゲスト、堀江貴文さん、テスタさんなど出演予定となっています。概要欄のリンクからディスカウントコードを入れてチケットをお求めいただくと、割引価格からさらに 20% オフでチケットを購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。